今回はイラストアドカードについて、歴代のカードを独断と偏見でまとめてみました。登場と同時に大きなインパクトを環境に残したクリーチャーで、今でも愛され続けている速攻デッキの代名詞のようなカードです。今回はそんなイラストアドカードを8枚厳選しまとめてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。両戦流派モルトネクスト。まず最初に紹介するイラストアドカードは、圧倒的主人公カードでおなじみのモルトネクストです。このカードはドラゴンサーガ期の最終弾に登場したカードです。ドラゴンサーガといえば、ドラグハートが有名ですね。デュエルマスターズの人気カードといえば、ドラゴンのようなかっこいいモンスターが有名ですが、このモルトネクストはドラゴンの力を持ちながら、本人は人間であるという形態がかっこいいのです。左右対称に赤と青の炎が渦巻いているのも魅力的ですし、カードの性能も豪快かつシンプルでロマンがあります。簡単に言ってしまえば、ドラグハートを出す、2回攻撃、ですが、この2つをうまく組み合わせることであらゆる状況に対応できる、まさに最強のデッキが完成するのです。最近では流派爆炎の登場により強化が入ったので、今後の展開からも目が離せません。火のドラゴンが登場するたびに無条件で強化されるので、拡張性もバッチリです。そんな主人公カード代表格のモルトネクストを選ばせていただきました。轟侵略レッドゾーン。続いて紹介するのは轟侵略レッドゾーン。こちらは主人公カードとも取れますし、悪役のカードでもあります。レッドゾーンの使用者は、革命編のライバル赤城山バサラ。彼は主人公の切り札カッタの敵として登場しました。が、その壮絶な過去やバトルスタイルのかっこよさから、今でも多くのファンがいる人気のキャラクターです。そしてそんな彼の切り札であり相棒でもあるカードが、このレッドゾーンなのです。今までのデュエルマスターズにはない、スタイリッシュなロボットバイクを、モチーフにしたクールな見た目が人気を博し、今でも使い手が一定数いるカードになっています。攻撃時に無料で進化できる侵略という効果も、シンプルながら非常に強力な効果になっていまして、相手のデュエマを周回遅れにする常識破りなスピードがあります。そんなレッドゾーンを今回選ばせていただきました。青木団長ドギラゴンバスター。続いて紹介するのは青木団長ドギラゴンバスター。デュエルマスターズに存在するあらゆるカードの中でも、特に強力な一枚であり、かつ人気を博したカードでもあります。青色の鎧を身にまとったドラゴンであり、大きな剣を加えています。このシンプルなデザインが多くのファンを魅了し、デュエルマスターズのドラゴンの中でも特に愛されています。効果も非常に強力で、モルトネクストと同様に、このカード1枚で勝利まで持っていくことができるのに、条件がほとんどないというとんでもない性能になっています。しかも、モルトネクストはデッキのほとんどを、ドラゴンで固めなければいけませんでしたが、こちらはある程度ドラゴンと多色が入っていれば、他はどんなカードを入れても問題ないという、自由度の高さまでもが備わっています。この拡張性の高さから、ドギラゴンバスターは瞬く間に、競技シーンを青く染め上げてみせました。ちなみに後にこのドギラゴンバスターのリメイクである、ドギラゴンノバも登場しましたが、こちらも強力なカードになっていて、人気があります。リメイクされてもなお大人気のカードということで、ドギラゴンバスターの人気がよくわかるかと思います。ビクトリーラッシュオニマルヘッド。続いて紹介するのはビクトリーラッシュオニマルヘッド。こちらはエピソード2を代表するドラゴンの一枚です。エピソード2時代の主人公格であるオニマルが、巨大なドラゴンの頭の上に乗って歯を向けている。この壮大な構図は当時のプレイヤーの心を大きく揺さぶり、強力な効果も相まって今でも人気のカードです。効果ですが、攻撃時に相手とガチンコジャッジをし、勝ったら追加ターンを得ることができます。ガチンコジャッジというのは、お互い山札を1枚めくり、そのコストが大きい方が勝利とするジャッジの仕方です。オニマルヘッドが入っているデッキはビッグマナデッキといって、デッキに入っている大体のカードが高コストになっています。そのため、基本的にガチンコジャッジは勝利する可能性が高く、出したらほぼ無制限に毎ターン追加ターンを獲得できます。その代わり、コストが10と重めに設定されていますが、様々な踏み倒し手段や、マナ加速などを搭載しているので、コストの大きさは特に問題視されていません。加えて、このカードは殿堂入りに指定されているカードですが、それが逆にこのカードの切り札感を高めていて、イラストのかっこよさも相まり高い人気を誇っています。ちなみに、このカードがモチーフになったクリーチャーに、勝利郵送クラッシュヘッドが存在しますが、このカードは最近の DMGP10 にて見事優勝をつかみました。オニマルヘッドの魂はまだ不滅です。水上第9印車コガイル。
次に紹介するのは水上第9円車コガイルです。こちらはプエニスイラスト版の紹介になります。プエニスイラストとは、デュエルマスターズ20周年を記念して、パックの中にごく低確率で封入されているカードで、有名なクリエイターの方々とのコラボ作品になっています。そんな中でも、このシャコガイルはかなり人気のカードで、今でもフリマアプリで1枚2万円近くで取引されています。そんなシャコガイルが今でも高額で取引される理由には、イラストが頭一つ抜けて綺麗なこともありますが、何よりその効果が非常に強力なことが挙げられます。シャコガイルが場にいる際に自分の山札が0枚になると、なんと負ける代わりに勝つのです。この自分の山札をなくすという条件は非常に簡単に達成可能で、そこまで行くためのコンボが大量に研究されています。今でもたびたび環境入りを果たしているカードですので、今のうちに持っておくと後々資産的価値が上がるかもしれませんね。それを抜きにしても効果もイラストも強力なので、ぜひ一度手に取ってみてほしいと思います。キテレツシャック。続いて紹介するのは同じくプエニスイラストのキテレツシャックです。こちらのカードも汎用性に長けたカードでして、歴代の多くのデッキに採用されている有能カードです。そんなシャックのプエニスイラストですが、今までのシャックのイラストはどちらかというと、カジノのディーラーのような見た目をしていました。が、今回のシャックはカジノのディーラーではなく、マジシャンの側面が強く出ているデザインになっています。元のイラストと同じように、持っているカードは全て1で、ネックレスには侵略者のマークがあしらわれています。このように、元のカードのデザインを踏襲したイラストですが、そもそもこのカードの使い勝手が非常にいいため、シャコがいるほどではないにせよ値段が高く保たれています。その効果ですが、登場時と攻撃時に数字を一つ宣言し、その数字のコストを持つクリーチャーの攻撃とブロックを止めつつ、その数字のコストを持つ呪文を唱えられなくします。この効果は攻撃時に非常に優秀な効果になっていまして、相手のシールドトリガーを封じるのはもちろんのこと、守りにも、相手の行動を大きく制限できるため、有効なカードになっているのです。アビスベルジャ神帝。次に紹介するのはアビスベルジャ神帝です。こちらのカードは最近登場したばかりの新規のカードで、主人公である切り札ウィンが使用するカードになっています。今までの主人公は、時折寄り道することもあれど、基本的には非文明を中心としたデッキを使っていました。が、今回の主人公は闇文明使いということで、主人公カードにもかかわらず、少しダークな雰囲気が出ています。この危ない感じの雰囲気が何とも言えない空気を出していて、個人的に非常に好みな一枚です。性能も非常に強力で、4マナ7000のダブルブレーカーでありながら、ブロッカーを持っているため守りにも貢献でき、場を離れるとき代わりに手札を2枚捨てることができます。さらに、自分の墓地のカードの召喚コストを2下げつつ、自分の墓地のアビス全員にアビスラッシュを与えます。このアビスラッシュというのは、クリーチャーを墓地から召喚し、そのクリーチャーは出たターン相手プレイヤーを攻撃でき、ターン終了時に山札の下に行くことになります。アビスラッシュはこの邪神帝と組み合わさることで、闇文明ながらも圧倒的な攻撃力を手に入れることができ、主人公にふさわしい白熱したデュエマが可能になります。流星のガイアッシュカイザー。最後に紹介するのは流星のガイアッシュカイザー。こちらは受注販売製品である紙アートのイラストになります。今までもプエニスレアやゴールドレアなどで、既存のクリーチャーが美少女化することはありましたが、このカードは特にそのクオリティが高いイラストになっていて、非常に満足度が高いイラストアドカードだと言えます。そんなガイアッシュの効果ですが、あまりにも目白押しです。まず相手の踏み倒しに反応して相手ターン終了時に、手札からコストを無視して召喚することができます。そして場に出た時にカードを2枚引きつつ、場にいる限り、相手のクリーチャーは場に出たターン、プレイヤーへの攻撃ができなくなり、さらにコスト10以上のカードのコストを4下げることができます。これにより大型のクリーチャーが格段に場に出しやすくなり、今まで見向きもされていなかったカードが環境に出てくることに、この至れり尽くせりな効果は、競技シーンで見ない日はなく、紙アートの予約は殺到し、一時的にサーバーダウンも発生。その後宝トミーの対応に問題があると指摘が出てきました。イラストが良すぎて軽い炎上騒動にまで発展する。そんなガイアッシュカイザーを選ばせていただきました。今回は、イラストアドカードから8枚厳選し、小ネタを交えながら紹介してきました。昨今のデュエルマスターズのカードイラストには、ドラゴンやヒーローのようなかっこいいカード以外にも、可愛らしい見た目のカードもたくさん登場しています。どのイラストのカードを採用するか、それを決めるのも楽しいです。皆様のコメントお待ちしております。
ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。